皆さんこんにちは、ゆいです。今日もゆったりおしゃべりしていきましょう。こんにちは、あきらです。よろしくお願いします。いやあきらくん、今日はちょっと切なくて、でも誰もが経験したことのある話をしたいんだ。なんだろう、恋の話？そう、好きなのにどうしても告白できないっていうテーマ。うわー、それは学生の頃何度もあったな。大人になってもあるけどね。でしょ？実はね、私の友達が今まさにそういう状況で、ずっと相談に乗ってるんだ。友達が好きなのに言えないんだ。それは辛いね。話を聞いてると、私も昔同じことで悩んだなって思い出しちゃって、今日はそんな気持ちをリスナーさんと一緒に考えたいの。いいね。じゃあ、まずゆいの友達の話から聞いてもいい？友達は職場の同僚に片思いしてるんだけど、もう半年以上言えてないんだって。半年か。毎日顔を合わせる相手ならタイミングを逃すとズルズルいっちゃうよね。そうそう。しかも彼女が言うには、今の関係が壊れるのが怖いんだって。それはよくわかる。気まずくなりたくないもんね。でしょ？もし告白して断られたら、その後どんな顔で仕事すればいいのって。それはリアルな悩みだな。僕も職場で好きな人ができたことがあるけど、やっぱりリスクを考えちゃう。あきらくんも経験あるんだ。あとね、女性の場合は自分から言うのが恥ずかしいってのも大きいと思う。まだまだ男性から言うものみたいな空気もあるからね。私も高校の時、相手に彼女がいるかわからないし、もし違ったらすごく恥ずかしいと思って言えなかったな。なるほど。じゃあ、ゆいは相手がどう思うかよりも、自分が恥をかきたくない気持ちが強かったんだね。そうなんだよね。今思うともったいないことしたなって思うよ。僕の場合は断られること自体は怖くないんだけど、相手を困らせてしまうかもって考えちゃうんだよね。そうなの？それはすごくあきらくんらしい優しさだね。そうかな。好きって伝えられると相手はその返事をしなきゃいけなくなる。それって負担かもって。私の友達も似たようなこと言ってた。好きって言ったら相手に重いかなって。特に男性はかっこ悪いところを見せられないみたいなプレッシャーもあるんだ。わかる。でも私は正直な気持ちを言ってくれる男性の方がかっこいいと思うけどな。そう言ってもらえると救われるよ。でもやっぱり頭では分かってても体が動かないんだよね。わかる。理屈じゃないんだよね、恋愛って。それに日本だと空気を読む文化もあるから告白ってとても勇気がいる行為なんだ。確かに。周りにどう見られるか、相手がどう感じるか、全部考えちゃう。だから雰囲気で分かってほしいって思っちゃうんだろうな。さっきあきらくんが言った男性から言うものっていう空気、すごく根強いよね。だからこそ男性は絶対に成功させなきゃと変に力んじゃうし、女性は待つしかないのかなって思ってしまでも最近は女子から告白するのも全然ありだと思うよ。私の周りでも増えてる。う。いいと思う。ただやっぱり女子から言うと積極的すぎるって思われるんじゃないかって気にしちゃうんだよね。そうそう。私が大学生の時、サークルの先輩に勇気を出して気持ちを伝えた友達がいたんだけど、周りの男子に、あの子、自分から告ったらしいよって噂されててさ。それは嫌な空気だな。そんな噂する方がおかしいよ。でしょ？だから女子としては、自分から行くことへの周りの目がすごく気になっちゃうんだよね。一方で男性は振られたことがステータスのように言われることもあるから、それもまたプレッシャーになるんだよ。男同士だと告ったけどダメだったが、傷になることもあるんだね。そう。だから
お互いに違う種類の怖さを抱えてるんだと思う。そういえば、断られる時の言葉も怖いよね。いい人なんだけどってやつ。ああ、あれは一見優しいけど、逆に立ち直るのに時間がかかる。友達も、この前2人でご飯に行ったのに全然進展しなくて、向こうは私のことどう思ってるんだろうって悩んでる。その曖昧な状態が一番辛いかもね。はっきりしてないから期待も捨てられないし。そう。だから私は待つだけじゃなくて自分から気持ちを確かめに行くことも大事だよって友達に言ったの。お、ゆいは結構行動派なんだね。自分の経験があるからね。黙って後悔するより行動して傷ついた方がマシだと思ってる。強いなあ。でもすごく大事な考え方だと思う。でもね、それでもやっぱり怖いのはわかるの。頭ではわかってるんだけど、どうしても一歩が出ないんだよね。でもさ、絶対に伝えなきゃいけないのかな。言わないままの恋も、それはそれで美しいと思うんだ。あ、それもわかる。片思いのまま温めておくのも、ある意味幸せだよね。特に相手に恋人がいる時とか、環境が変わる時なんかは言わない方がお互いのためかも。無理に言って相手を困らせる必要はないもんね。ただ、自分の気持ちに嘘をつき続けるのも疲れるよ。そのバランスが難しい。だから結局はタイミングと自分の心の整理なんだろうね。私の友達の場合は、相手に彼女がいないし、毎日顔を合わせてるから、やっぱり限界が来ると思うんだよね。そういう状況なら行動してもいいタイミングなのかもね。じゃあ、そろそろ伝える側に一歩踏み出しとしたら、どんな言葉があるか話してみようか。僕が昔どうしても言いたくなったのは、相手が遠くに引っ越すと聞いた時だった。もう会えなくなるかもしれないって思ったんだ。そう、このままだと一生後悔すると思って震えながら言ったよ。結果はダメだったけど、不思議とすっきりした。偉い。私も高校の卒業式の時、好きだった人に第2ボタンをもらいに行ったの。結局好きですとは言えなかったけど。第二ボタンか、懐かしい。それも立派な気持ちの表現だよ。あの時もし一言、好きでしたって言えてたら、その後何か変わったのかなってたまに考える。わかるよ。だからこそ、今悩んでる人には、言わない後悔より言う後悔って伝えたい。本当にその通り。でもいきなり好きですはハードルが高いから、次はもう少し軽い言い方を紹介しよう。お、それはいいね。リスナーさんもきっと知りたいはず。じゃあまず、まだ自信がない時に使えるフレーズから。一緒にいると楽しいねっていうのはどうかな。いいね。それなら友達としても自然に言えるし、相手の反応を伺える。あとは、〇〇くんと話すと落ち着くとか。これも気持ちが少し入ってるけど重くない。そうだね。じゃあもっとストレートだと、〇〇くんのことが気になってるんだはどう？それすごくいい。好きよりソフトで、しかも正直な感じ。日本語の気になるって便利だよね。恋愛対象かどうかまだわからないニュアンスも残せるし。そうそう。で、もっと勇気が出たら、ずっと前から好きでしたって王道の告白もやっぱり効果的だと思う。ストレートな言葉は伝わるよね。でも大事なのは言葉よりもちゃんと目を見て言うことだと思うな。それな。あと、LINE だと誤解されることもあるから、できるだけ会っていった方がいいよね。その通り。文字だけだと温度が伝わらないから、せめて電話がいいかも。でも、せっかく勇気を出してもダメな時はダメだよね。そんな時はどうすればいいかな。
無理に笑わなくていいけど、気持ちを聞いてくれてありがとうって言えると、自分も相手も少し楽になるよ。あ、それは大人な対応だね。あと、じゃあこれからも今まで通り友達でいてねって言えたらベストかも。そうだね。相手も気まずくならなくてよかったって安心するはず。それと、自分を責めないでほしいな。振られたのは自分の魅力がないからじゃなくて、単にタイミングや相性の問題だからね。いいこと言うな。まさにその通り。へへへへ。あと、どうしても緊張するなら、緊張してるんだけどって先に言っちゃうのもありだよ。それいい。そういえば相手も身構えずに聞いてくれるかもしれない。告白って正解のセリフより誠実さが一番伝わるんだと思う。もし自分の友達が告白に悩んでたら、みんなはどんな言葉をかける？私は大丈夫。どんな結果でも私は味方だからって伝えるかな。それは心強いね。僕は後悔するくらいなら当たって砕けろって背中を押すことが多いかも。当たって砕けろっていい言葉だね。なんか勢いがあって勇気が出る。うん。でも僕らが言った方がいいと押しすぎるのも良くないから、最終的には本人の気持ちを尊重するのが一番だよ。確かに。励ますのも大事だけど、言いたくなったら言えばいいよくらいの距離感も必要かも。さっきゆいが言った味方だからって言葉、自分に対しても使えるよね。そうそう。鏡の前で、私は私の味方だっていうの結構効果あるよ。はは、ちょっと照れるけど、確かに自分を勇気づけるのも大事だね。あとは失敗しても死ぬわけじゃないって思うようにしてる。それ極端だけどいいね。実際振られても人生は続くしね。そう。あと、日本語で自分に言い聞かせるなら、勇気を出して大丈夫とか。シンプルでいいね。大丈夫って言葉は自分にも人にも使える魔法の言葉だと思う。それに誰かに話すだけでも気持ちが軽くなるよね。友達や家族に実は好きな人がいるんだって言うだけでも半分勇気が出た気がする。そうそう。打ち明けるだけで一歩前進だ。だから、このポッドキャストを聞いてる人も、もし片思いしてたら、今日誰かに話してみようかなくらい思ってもらえたら嬉しいな。実際に勇気を出して伝えた後ってどんな気持ちになると思う？私は、たとえ結果がどうであれ、自分よくやったって誇らしくなると思う。そう、自分を褒めたくなるよね。成功しても失敗しても挑戦した事実は変わらない。あと、すごく晴れやかな気持ちになると思う。曇ってた空が一気に晴れる感じ。わかる。もやもやしてた気持ちが言葉にした瞬間に形を変えるんだよね。それに、もし OK だったら、それはもう最高のご褒美だし、ダメでも友達として新しい関係が始まるかもしれない。うん。すべての可能性に向かってドアを開ける感じだね。だから、今日のテーマ、好きだけど告白できないの答えは、勇気を出した先にしかないってことかな。深いね。じゃあ、そろそろ今日の話をそっと包んで締めようか。今日は、好きだけど告白できないという気持ちを男女両方の視点から深掘りしてみました。怖さの正体や男女で違うプレッシャー、それでも一歩踏み出すタイミングについて話せたね。それから実際に使える日本語のフレーズも紹介したし、自分を励ます言葉も出てきたし。結局誰かに気持ちを伝えるのはすごくエネルギーがいるけど、その一歩が新しい景色を見せてくれるんだよね。聞いてくれているあなたも、もし今心の中に誰かがいるなら、その気持ちはとても大切なものだと思います。焦らなくていいし、言わない選択もあり。でも、言いたいと思った時は、ぜひ今日のフレーズを使ってみてください。あなたの恋がどうか優しい光に包まれますように。このポッドキャストがいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援が本当に次のエピソードを作る力になります。
それから、今日の会話のスクリプトは、この動画のコメント欄の一番上、固定コメントから見ることができます。そうなんです。復習に使いたい方はぜひチェックしてみてくださいね。今回も最後まで聞いてくれてありがとう。ゆいと、あきらでした。また次回ゆっくり話しましょう。またね。